ジャケットはそのままはい、このままで。一緒に来た方入ります。あ、いいですか。はい。青い V に怒っている鈴木。まあいろんなことがあったんですけど、それ含めての格闘技人生だと思うんで。だからさ、まあやってみちゃんと言ってみてやれよ。来いよ。来いよ。ぶち殺す。怒りまくってますよ。絵面的には白黒のこう謝罪動画とかもう犯罪者じゃないですか。ああいうの見たらもう犯罪者なんだってこう思われるんですよね。なんかあった人とな。はいはい。大変な一年でした。大変っすよ。勝ったら無罪、負けたら有罪みたいな感じです。それは思い込みすぎだろ。いやいや、そうですよ。広本とのさ、喧嘩あってね。はい。まだ流すぞ。僕生きてきて人にぶち殺すなんて言ったことないですからね。マジでキレてたよね。僕その切れます。意味わかんないノート出しますし、しかも滑ってたじゃないですか。こいつふざけんなよと思って僕が言ったんですよ。ぶち殺すぞ。今後も嫌ないじり方していきますよ。響かないんですよ。何言っても僕勝っちゃってるんで。1個でも負けてたら平本とかのもう笑いのネタじゃないですか。ずーっと多分それでバカにされ続けますね。多分中原選手も誰一人僕のこと勝つと思ってる人いなかったと思うんですよ。まあ、でも負けると思わなかったですけどね、本当に。野生の遺伝子がライジン大晦日初参戦です。2019年からは海外プロモーションワンで活躍。まさに知る人ぞ知る実力者です。武骨硬派な性格ゆえ、そのキャリア実力に注目度評価が追いついていない現状。マッハに育てられた野生の遺伝子が本格覚醒前夜です。さあ注目のフェザー級の一戦です。腰低いじゃないですか。僕はもうタックルひたすらラウンド警戒してたんで、顎引いて守ってタックル諦めた時に打ち合いに行くっていう作戦だったんで、1個この不足があって、僕試合に1週間前にあばら折れてるんですよ。僕今折れてて、それで見たらちょっと変わるっす、見方が。そうなんですよね。ワンツー強く振ってきたところ、ここ組みついていったのは中原の方です。左の膝、この膝があばらなんです、折れてるところ。やべえと思って、ちょっと組んでつけに行こうと思ってたんですよ、上取って。タックル来るなって僕はもう予想してたんで、これ絶対警戒したんですよ。ここの柔道選手の投げがあるんで、戸桐先輩がこれ絶対来るから反応覚えとけって教えてくれて、これはめちゃめちゃ練習、柔道選手といっぱい練習してたんで。しのいだじゃないですか、レスリング。そしたら顔見た時にもう打撃の顔してるんですよ。打ち合ってくんなと思ったんですよね、スタンスとか見て。で打ち合いに行ったら被弾してますけど、危ないですね。効いてます。でも顎引いてるんで大丈夫でした。交代した鈴木、バイスを挑んでいくのは中原か。これ倒れるわ。試合いっちゃったっすね。もっと丁寧にやるのに。距離を詰めすぎた。あ、こいつ打ち合ってくると思って、スタンス変わってるじゃないですか。僕のちょっと高くなってるんですよ。ここから流れがもう変わりましたね。しっかり距離見えています中原です。ここもロープ背負わせて、しかし一発入る。ハイキックこれで効いたと思ったんですよ。あ、ちょっと揺れてると思って。止められる打撃があります鈴木。このフックっすよね。あ、ここ右フックで肩でフックブロックしてるんですよ、左肩で。リターン来るの分かるんで、チャンプに近づいたなと思って、これ嬉しかったですね。あー悔しい。初めてだもん、KO負け。
今回の試合落としましたけど、自信になった部分っていう言い方もおかしいですけど、キックボクシングのチャンピオンと、打撃でそこそこやれるんだなっていうのもつかめましたし、また必ず戻ってきたいと思うので、これからも皆さん応援していただけると嬉しいなと思います。どうも皆さん、クレイジーダイヤモンドスイッチです。大晦日一旦手をするって有言実行。はいですね。坂井さん、来年俺タイトルマッチやりたいっす。俺だったら KO するよ。来年俺チャンピオンになっかんな。逆転ですね。はい。来年は応援してくれてる人全員に恩返しできるようにいろんなイベントやりたいですね。子供たちが憧れる存在になりたかったんですよ。あ、今正義のヒーローを見てるんだなと思ってもらえる選手になりたくて、そしたら子供たちが将来治療選手みたいになりたい、将来ああいう人間になりたいって思ってもらえれば、多分格闘技のイメージって変わると思うんですよ。みんなにとってヒーローでいたかったんですよ。でもああいう騒動とかいっぱい出たんで、もうそれは多分叶わない夢になっちゃったんですよね。そんなことないと思う。いやもうなってるんですよ。リング上で僕がみんなでヒーローになりますって言った時に、記事とかフェイクニュースそれ引用しちゃったらもう終わりなんですよ。この人はこの記事見てください皆さんってやるんで、僕のそういう夢はもう叶わないんですよね。僕フェイクニュース書いたやつマジ行きたいんですよね。ぶち殺すの。まあ行かない方がいいけどね。叶える方法は書き続けることです。僕の限界がどこなのかっていう、果たしてチャンピオンになれるぐらいの今力を持ってるのかもわからない未知になってますし、僕は外国人の体持っててフィジカル面とかそういう面で外国人とやってやっと対等になれると思ってるんですよ。僕だったら外国人選手でも幻想ができると思うんですよ。タイトルマッチを組んでほしいです。もし納得いかないんだったらクレブリ選手に関わった選手、牛久選手、朝倉選手、そこら辺の人と一戦やらせてください。チャンピオン来年はめっちゃ楽しいっすねただまあ本当にこういう時だからこそ一番いい仕上がりを見せたいなと思ってしっかり仕上げてきたんで、梅の源氏やっばいだろ。ワンツースリーゴー。やばいやばいやばばばばばやばい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 やばばばばばやばいやばいやばいやば。平本選手の相手がなかなかいい相手とかっていうのがいないっていう中で、急遽こう試合やってくれないかと榊原さんに頼まれたんですよね。なんと平本蓮の対戦相手に選ばれたのはこの男。受けてくれるんであれば来年立ち技で大きい大会やりましょうと、そういうような返事だったんで、ハイパーヨーヨーに送り出されてやばいだろう梅野源氏。今年の下半期一気に話題をかっさらっていった美しきドブネズミヤマスドミネーターサトシ、前ディープフェザー級王者をも撃破して連勝。周りの目は変わりました。いや周りの目を変えてみせました。ライジン榊原信之 CEO に2022年の顔として認められた男、平本蓮。この試合はスタンディングバウト特別ルール3ノックダウン制で各ラウンド。おっとここで柴川が今超えたと残し合いか。できんだよおい。もう一回やるか。いつでもいいぞおい。いつでももう一回やるかおい。いつでもいいぞいつでもいつでもいいぞ。やっぱり梅野源氏は久保優太とトレーニングしてるっていうのは知ってたんで、シンプルな挑発ですあとまあはい、やっぱ大晦日には柴田さんがやっぱ必要かなと自分的には思ってたんで、こういう形として柴田さんを出すのはすごく良かったんじゃないかなとは。さあ始まりました。まずは左のジャブから軽く放っていった画面左平本蓮、そして一方画面右緊急参戦 X はこの梅野源氏でした。足でフェイントをかけていこうとしている平本蓮でありますが、プレッシャーかけておいて、
出てきたところをカウンター狙い、そうですね、左、お互いに左、出血が見られるこの梅野源氏の表情。ワンツー、ガードの上からあってそこまで打たれ強い選手ではないとは思ってたんで、ただゴリゴリこうして変に KO を持ってって打ち合い作ってみたいなパターンもしょぼいっちゃしょぼいかなと思ったんで、ショットチャンスというかは絶対自分でどのタイミングでも作れるとは思ったんで、だまあ2ラウンドをいっぱい使って試合したら面白いかなと思って。さあ第2ラウンドファイナルラウンドを迎えました。さあやはりリングの中央を取っているのは平本蓮です。小坂さん、距離感が分かってきたかもしれませんけど、左フック気をつけて。K1 時代はもちろん実力者ではあったんですが、MMA でなかなか厳しいところがありました。ただそれでも今連勝中、しかも全ディープの王者も破っています。そこ足止めんなよ、最後足止めんなよ。重心の位置っていうのが決まると平本選手は強いですよね。さあ梅野のパンチをかわして、そして左のフックからさらに距離を詰めていきます。そして左フック、さらにワンツー、平本選手乗ってきたね。平本前に出ます。左フック、なんとこんなことが起こった。左のフックでぶっ倒しました平本蓮。振り抜きましたね。最後の最後、ちょうどいやこれゴングが鳴った瞬間ですよね。勝敗決着がないので、ただその最後の最後に一撃で倒すあたりはすごいところありますね。やっぱり時間切れドローとなります。ドローになります。朝倉未来です。この試合を見据えている朝倉未来が今日会場に来場しています。少し打ち合わせました。打ち合わせました。教えていただいた方たちには申し訳なかったですけど、まあ相手が倒れるにしてもこっちが倒れるにしても、そこはちょっとこうお客さんに楽しんでもらえたらなっていう、その気持ちがちょっと前に出過ぎちゃったかなって。僕は体を張って榊原さんの言うことを守ったんで、あとはもう僕は信じて榊原さんの答えを待つのみですね。来年梅野源氏の動きをちょっと楽しみにしてもらいたいなと思います。社長、ちょっと次の試合の相手ちょっと発表してほしいです。蓮からですね、来年試合したい、早いタイミングでしたいっていうのを聞いてて、リクエストのあった選手の中で一番ごっつい選手連れてきました。上がってくれますか。なんとそうですか、斉藤です。すごいな。やりましょう。斉藤豊。いけるな。大丈夫です。じゃあこの場で斉藤豊 VS 平本蓮決定です。この24歳の若者にね、戦いで伝えられることがあると思うんで、僕は平本選手を認めてるんで全力で潰しに行きます。もともとチームだった石渡さんとかが要は次相手として出てくるというか、すごいドラマチックだなって自分でも思って、もう一生懸命勝負しましょうって塾長とも喋ったんで、最高の試合を見せられたらいいなって思います。じゃあ蓮、なんか一言まだあります？そうですね、会場にさっき朝倉未来がいるのを見かけたんですけど、今日バファリンを忘れずに飲んでください。皆さん、斉藤選手との試合最高に盛り上げます。お楽しみに。もう一つフェザー級で組みたいカードがあります。牛久前チャンピオン VS 朝倉未来。このカードも来年の春やっちゃいます。牛君、お互い過去最高の状態でやろう。66キロフェザー級で最高の試合しましょう。なんとこのフェザー級戦線は牛久潤太郎と朝倉未来の戦いが実現。
ロキソニンか迷ったんだけどいやバファリン分かりやすいから普通のバファリンじゃん。頭痛には気をつけてください。久しぶりの頭痛には気をつけてください。だからまあ本当俺が先チャンピオンになって向こうがもうやらせてくださいっていう状況を俺が作り上げてやろうっていう感じで。斉藤選手と俺と牛久選手と同時にあいつ発表されたけど、一人だけ全然レベル違うの分かってないから、まあ一人だけかわいそうな決戦だと思います。クレベルをやっぱりこう倒したいなっていうか、俺しかやっぱ倒せるやつはいないんじゃないかなって思うんで、まあ来年ライジンを爆発させていきたいなって思ってます。とりあえず来年いいスタート切れるように、まずこう年内しっかり勝って締めくくりたいです。世界中のモンスターたちが跋扈するヘビー級。これまで数々の日本人ファイターたちが戦いを挑んでは怪物たちに食い破られ、世界の頂点にたどり着くことはできませんでした。しかしこの男なら世界に風穴を開けてくれるかもしれない。スダリオ剛。He was training a long time training partner, yeah. Up is a bad man. Oh, there it is. Oh, he's a bad. I think that's great. The transition, his evolution is pretty good. So. 元 K1 ワールドグランプリ覇者マーク・ハントの格闘 DNA を受け継ぐサマー系ヘビー級ファイタージュニア・タファー。さあヘビー級の戦い、スダリオ剛にとってみれば2戦連続の国際戦になりました。なんとスダリオ剛ですが、今日は川尻さん、サウスポースタイルに構えてますね。そうですね。ここ最近ちょっとスタイル変えようとしてて、ちょっとサウスポーに変えたりちょっといろいろしてて。しかしここは猪木状態。正直試合で打撃が本当に得意な選手に対してサウスポーでやったことないのにやってしまったっていう。リラックスの意味です。ストレート、右手レーダーレッグに体が持っていかれているスダリオ剛。後ろ下がる。ちょっともらってるよ。カウンター右の拳落としていった。しかしまだ目は生きている。ラッシュかけてくるの分かってたんで、正直意識も飛んでなかったんで、これしのいだら次いけるなと思って、その立ち上がるときに止められてしまったんで。とんでもないやつが現れた。サモアの新怪人ジュリア・タファ。これで MMA4 戦全勝全 KO です。 My hands hurt. Ooh. Ready to play some Panchenko. Let's go. Sake Panchenko. He's a lot better than me. Way better than me. Yes, he's very mentally sound about the fight business. For a 25-year-old, he's had so many more fights than I. I mean, when I was 27, I won the world title in K1, but Junior is far more versed in everything. So he's going to be the next heavyweight champ for sure. マジかよ。立ち技強い選手に対してやられることを怖がらずに試せたのは良かったと思いますけど、いい経験とも思わないし、正直綺麗事じゃ済まない世界なんで、次も外国人で やらせてもらって、そこで KO するところ見てもらいたいです。倒せるときにしっかり何でもいいんで倒しに行こうかなと思ってますね。いい勝ち方してくれると思うんで、ドカーンと勢いつけて大会に花添えれたらいいかなと思いますね。ボクシングエリートが MMA ファイターとして見せようとするサクセスストーリー。宇佐美翔パトリック、ショータイム開演となるか。
道着に身を包んで姿を見せました。極真空手をバックボーンに普段は MMA ファイター、キックボクサー、お笑い芸人と3つの顔を持つベイノワ。さあ空手を脱ぎ捨て MMA ファイターにトランスフォーム完了です。今ゴングスッとコーナーを出ていったのはブランクパンサーベイノワ。画面右赤いショートスパッツ、右の下段蹴り、同じ右のローキック蹴り返していった。結構パンチ嫌がってたんで、相手もやっぱ距離長めの蹴りとかも最初蹴ってきたんですけど、ジャブ打った時もパーリングですごい反応してきたんで、もうここでフェイント使っていけばしっかり倒せるなって思ったんです。ジャブに見せてのフックですね。ジャブじゃないですか今の。好きですよね。うわ極真の黒豹を一撃で仕留めてみせました。これはやばいパンチでしたね。ドンピシャでしたね。いいな、ファイターだろ。これを背負って生きてくんだよ。はい、復帰しろ。いや何月何日か分かる。日付はちょっと分かる。いや終わったんだよ終わったんだよねもう試合は。しゃー、これでちょっと良い年越してきます。最高の勝利や。ありがとうございます。おめでとう。よいしょー。ナイスナイス。顎に綺麗に当たった感覚があったんで、当たった瞬間にもう伸びちゃってたんで、もうそれ以上はもうだからいかなかったですね。セコンドの後ろから見てても分からなかったですね。ジャブかフックか分からん、早すぎて。勝った後にこう会場バーって見ると人がすっごいうわーってなってるのが感動しました。本当にありがたいです。自分より強いって思われてる選手とやってしっかり勝っていきたいなって今思ってますね。寒かったですけどやりました。引かれるか本当怒られるかどっちかだけど、ああいう風にしてくれたのは初めてだと思ってキュンってしまいました。I didn't touch him. I didn't touch him, but I was like, no. I was like, hey, you're nipping out. But yeah, no, he likes to have fun, I guess. Oh man, it's been such a great camp. You know, working with Baby Monster, working with Bonsai, kickboxing. I feel sharp. Yeah, I'm excited. I'm really looking forward to this fight, and excited to go out there and get my hand raised. さあリミット71キロライト級の戦いとなります。5分3ラウンド制です。まっすぐとかで全然見えてたんで、ジャブとかもらっても全然こうやって逃がしてたんだけど、でもそのまっすぐが多分振りだったんでしょうね。うまいなって思って。いきなりテンプル取られました。さあ3連敗から脱出の瞬間が訪れそうだ。レフリー止めた。ジョニー・ケース瞬殺。仕上げてきたね。仕上げてきたね。泣いてるよ。苦しかったんだよ。そうですね。いっていやクソ強いマジで。なんだあれ。いやマジ見えなかったわ。いやでもなんか KO はさ辛いよね。もうほらリングネームで本名書いちゃってもう俺ダメだ。マジですか。もう俺負け汁ついてますけどいいですか。
そあのイケメンぶっ飛ばしたかったなあすごい、ナイスパンチアウチアウチThank you. いや強かったっす強かったしイケメンでしたねやっぱはいもちろん嬉しいね、彼がすごい優しい人とかすごい練習手伝ってくれるからもう問題ないね。一生懸命練習したから絶対に勝つできるね。はい。I'm so thankful that he asked me to come here and help him prepare. Kind of had some really good heart-to-heart talks with him. Grew a lot closer with him. Got some good closure, good understanding, and you know I think it honestly was in a weird way. This was something that I needed more than he needed. You know. If I you know I didn't get the win, I'm not so sure I'd be back. You know what I mean? So it's like I don't want to retire. I don't want to do that stuff. To go out there and get a win like that, show myself more than anything that I'm not done. You know what I mean? And getting that win it was really emotional. It was the end of a lot of real negative self-talk. So I would like to have that Gustavo fight eventually. You know, because you know it'd be a true third place for the Grand Prix tournament in 2009. Back to training, getting better, improving, and just keep winning fights.